こんにちは、まみくさんです。今回は皆さんにアトリエをちらっとお見せしようと思います。1900年代初期の納屋を30年くらい前に住めるように改装した家の一部屋をアトリエとして使っています。今作っているのは金魚モチーフのペンダントになる予定のものです。まだまだこれからやすったり磨いたり、あとは金具をつけたりもするので、だいぶ雰囲気が変わってくると思いますが、こちら表面を溶かして粗い感じな仕上がりになる予定です。でこちらに手染めのシルクのリボン紐を通して販売しようかなと思っています。でまずは12月の2日3日のみかん市から、販売を開始しようかな。結構デザインがデフォルメしてあるので金魚に見えるかな。作業台の右端からこの辺は金槌で叩いて形を作り上げるための工具が積んであります。キューブ型の2つの箱にはすぐに取り出せるよう金庫にはしまっていない半奇石類が入っています。チョーカーを作るための台座にはまだ彫金を習い始めた頃に作ったネックレスがかかっています。この2つのリングもその頃作りました。これらの引き出しの中にはパーツ類をしまっています。例えばここにはピアス用のパーツを入れています。座った正面の位置にはパッと取り出せるようにさまざまなやっとこややすりを置いています。こちらの引き出しには長さ別にチェーンを収納してあったり、その他にはパール、こちらは半分まで穴が開いているパールだったり、ここには、穴が貫通しているようなパールだったり、その他にもプチドロップ超過に使っているブラックスピネル、ネックレスにできるような穴が開いている石たちが入っています。作業台の真ん中の引き出しにはやすり、糸のこなどなど、右側の引き出し上段には定規類や紙やすりと中段は金槌、トンカチ類、芯金類など、そして下段にはリューター用のパーツなど細々としたものたちが入っています。こちらオフィススペースと言いましょうか。デスクとして使っているのは昔マルコのおばさんが経営していたレストランで使われていたテーブルです。こちらをもらい、結構古いヴィンテージのものだったので、ヤスリをかけてきれいにペイントし直しました。かなり良い桜の木を使っているものなので本当に磨いたらとってもきれいになりました。ちょっとお見苦しいですけれども、この足の部分は鉄でできています。こちらのランプはアンティークのお花のかわいいランプですが、
昔マルコが私のお誕生日プレゼントに送ってくれたものです。こちらにはいずれは飾ろうと思って額縁に入れたりして、立てかけてはあるんですけれども、大事な元気の元になるようなものが置いてあります。ジャンベをやっている親友が初めて CD を出した時のポスター。こちらはプライマルスクリームのスクリーマデリカ30周年記念の時の LP です。何年か前に亡くなってしまったディミトリー・クラウン、ギターを抱えているのがディミトリーですね。でその隣にいるロベルト、このコンビが演奏して歌うアルバムです。これはロベルトがプレゼントしてくれました。こちらは我が家を描いたものなんですが、たびたび登場するマルコが彼は養蜂も手掛けていまして、何年か前に蜂蜜のボトルにラベルを貼ろうということになった時に息子たちが作ることになりました。でオリジナルのこの家のデザインは、長男が手書きで書いて、そちらをラベルに落とし込んだのは次男の作業です。切手をイメージしたラベルに仕上がりました。こちらはミラノジュエリーウィークのジュエリードロップス部門として掲載された時のものを額縁に入れました。こちらは確か2016年だったと思うんですが、レッチリがチューリッヒに来た時に行ったコンサートのツアー T シャツと、チケットを額縁に入れたものになります。梱包用の段ボールを立てかけてある裏には販促品などを収納している IKEA の家具が置いてあります。ただてっぺんにはいろいろと思い出のグッズが飾ってあったりしています。例えば昔の iPods や、こちらのライターは葉山のお友達がやっている、ビアバータッドボトル&バーのライター、結構昭和な雰囲気で可愛いですよね。でこの裏には、息子のベルリン土産のくまちゃんたちとか、1994年版のコム・デ・ギャーソンの香水のボトルや、息子の工作の品とか、一世三宅の昔の香水のボトル、この奥には私の仲のいい日本の友達が昔プレゼントしてくれたラルフ・ローレンのミニボトルの香水があったりします。でこの裏にはちょっと隠れちゃっていますが、こちらスイスに住む日本人のお友達エリちゃんにもうかれこれ10年ぐらい、もう10年以上かもしれませんに書いてもらった書になります。で、当時ピエロの涙コレクションが出たばかりの頃にお願いしまして、私の作品を見て感じる言葉を書にしてほしいとお願いしました。でこちら心と書いてあります。で日本画もやるエリちゃんなんですが、こちらにピエロの涙コレクションのジャグリングボールなんかも書いてくれました。捨てられなく大事に立てかけてあったこちら細い段ボール箱、マサトオカノと書いてあるこちらの箱の中には大きな絵画が入って送られてきました。今でこそ有名になってしまっているのでありえないかもしれませんが、当時彼が結婚する際に結婚指輪のオーダーを
してくれまして、で代金を支払う代わりに彼の作品と私の作った結婚指輪を、物々交換しようということになりまして、届いたのがこちらのものすごく大きな作品になります。マサト2006年作の作品なんですね。ずっと欲しかったこちらの星型のランプも何年か前のお誕生日プレゼントとして買ってもらいました。カーテンレールにぶら下げてあるのは、長男がくれたバラをドライフラワーにした2輪と、次男が小学校で作って母の日にくれた枕目のプラントホルダー。大きい方はゆき子が作ってプレゼントしてくれたものです。はい、こちらがベランダになっています。洗濯物とかが干してあって生活感丸出しでエレガントさ全くないですが、こちら増築している部分がいずれアトリエ兼ショップになる予定です。ベランダには中に置けない大きめな工具があったりします。こちらにかなりごちゃごちゃしていますが、こちらのスペースは展示スペースになる予定です。一応板で隠していますが、こちらが入り口のドアになります。はしごが渡っていて、この上の階で作業をするようになります。外観です。手前に見えているのが増築した部分です。奥の1900年代初期に建てられた方との違和感がないようにと、当時と同じ技法でマルコが命がけで石を一つずつ砕いて積んで建てました。以前お見せしたカンティーナの上にあたる部分です。まとまった休みが取れた時に少しずつ進めているので、穴を掘る作業から始めて12年が経過しました。この長い壁は一番最初に作ったショーウィンドウになります。ここには帽子とアクセサリーの動画の着用アイテムを展示しています。で、新作のカルロスピラミッドネックレス。ドロープスシリーズの動画でご紹介したアイテムをこちらに展示しています。で、12月2日3日のみかん市のポスターをこちらに展示しています。新しいアトリエをお披露目できる日が近い将来になることを祈って、それではまた次の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。金魚のペンダントたち無事に仕上がりました。